ここは都内にある風変わりな喫茶店、学芸喫茶ハミジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。そういえばマスターのコーヒー最近ずっといただけてないのですが。しばらくは自動販売機で買ってください。いや喫茶店よ、喫茶店。なんすか学芸自販機ハメジュンって話。おかしいな。いらっしゃいませ。いらっしゃい。ああ、我々の成長を見守ってくれている準レギュラーの大先生じゃないですか。はい、大先生です。よろしくお願いします。お願いします。本日のお客様はエボ2019覇者ボンちゃん選手。番組開始当初からいつかと歌広場の成長を見守ってくださっている世界で活躍を続けるトッププレイヤー。まずはレッスン前に近況を伺います。前回は大会もね少しずつ始まりまして絶好調とボンちゃん選手おっしゃってましたけども、最近はいかがでしょうか。最近も大会があって、だからそれに向けてすごい練習とかしてたんですけど、はい、悲しくもあり振るわなかったんで、積み上げたものがもろくも崩れ去る感覚っていうのがあったんですよ。本当つい最近。常になんか闘争心を持っておかないといい緊張感っていうのをずっとキープできないんだなっていうのはすごい感じましたね。4月に行われた、はい、カッポンプロツアー2021日本大会のお話でしょうね。どうでしょう、もう一度振り返ってみて。今回負けた相手がですね、はい、プロゲーマーではなかったんですよ。アマチュアといいますか、プロには所属している方ではなかったんですけど、すごい研究されてて、驚きましたね。こんなにいいプレーしてくるんだっていうのが本当率直な意見で。僕を倒すための練習をしてきましたっていう、もう試合をしてる時にもそれを感じ取れて、それを跳ね返す力がなくてラフにそれで負けちゃったんですけど、いい教訓でしたね。しかもそれがプロゲーマーじゃなくてアマチュアの方だったんで、素直に称賛ですね。もう素晴らしいプレーありがとうございましたっていうような敗北で終わってしまいましたね。大会とかって戦う相手がトーナメント表で分かるじゃないですか。取り組みがもろに出ますよね。そうですね、順当に勝ち上がっていくと当たるっていうのがやっぱ分かるので、そういう対策も立てやすいんですけど、本当やられたなっていう感覚が強い。でもなんかちょっと嬉しいって言ったらあれですけど、また戦いの場に戻ってきたっていう感覚、始まった感あったんじゃないですか。そうですね、オープン戦みたいな感じだったんで、今年一発目の CPT のオンライン予選だったんで、このね悔しさをちゃんと風化させずに今年1年は少なくともね回らなきゃなっていうのは思っております。今年のカプコンプロツアー日本地域なんと全4回、あと3回日本大会があるわけですけれども、今後の展望についてももう少し。去年が2回しかチャンスがなくて、2人しかその本戦の方には出られないっていうルールだったんですよね。で今年は多分去年日本の選手も頑張ってくれてたっていうのもあって、枠を4つに増やしてもらってやられてるので、変わらずその優勝者しか出れないっていうルールなんですけど、4つもある中の1つ、かなり険しい道ではありますけど、やっぱ勝ち取らなきゃなっていう気持ちはすごい強いんで、次の第2回が9月ですねになるんですけど、それまでまたちゃんとね対策やっていこうと思っております。ありがとうございます。そして2月のアップデートでシーズン5に突入しましたけれども、印象いかがでしょうか。 V シフトっていうのが新しくできたんですけど、結構個人的には結構気に入ってて、そんなにゲームを壊すほどの重要性はないんだけど、これがあるとすごいより細かいテクニックとして遊んでいけるし、読み合いとかいろいろ幅が広がるんですよね。攻める側もすごい気を使って戦わなきゃいけないとか、いろいろ選択肢が増えるいいシステムだなと思っていて、その新システムをやっぱちゃんと使いこなすように努めるのが今のなんか重要な部分かなとは本当思ってますね。結構使いこなしている自信はありますか。そうですね、V シフトに関してはやっぱ使えるようになった時のメリットがすごいでかいなと思ったので、結構注力はしてますね。注力してるし、僕は結構使ってる側の人間だと思うんで、おすすめしたい新システムではありますね、やっぱり。いつかちゃん V シフト取り組めてる？自分が起き上がる時にちょっと使ってみたら、画面端とかで使ってきたら、たまにこう刺さって V シフトのブレイクですかね、あれ刺さったりして気持ちいいなって思います、その時は。気持ちよさあるよね、ジャンプだとね。シーズン5アップデートから約3週間での大会、ボンちゃん選手はいきなり結果を残しています。ストリートファイター5 3on3 大会、東京オンラインパーティー 3on3 TOP4 で見事優勝を果たしました。ありがとうございます。いきなりって感じでしたね。決勝ではね、チームメイトの2人、時戸流星の両名ですよね、が敗退した後、そこから大将ボンちゃん選手が3連勝して優勝を決めたと伺っているんですけれども、いかがだったでしょうか。もともと流星がチームを組もうって誘ってきてくれて、すごい強いチームになって
ちゃったなって、まあ別に嬉しいんですけど、自分が引っ張っていく感覚っていうのは別に必要がないチームだったんで、僕自身はかなり気楽に挑んだんですけど、実際本番も流星がやっぱ自分先方で行かせてくださいっていうタイプなので、流星任せたら基本流星勝つし、自分が出ようって言って出たら自分も勝つしみたいな、やっぱりチームがすごい強いチームだったんで、そんな中でも決勝がやっぱり2人ともいきなりやられて、おい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 みたいな、さすがにきついかなと思ったんですけど、新シーズンのね V シフトを使ってるっていうのもあって結構うまく跳ねのけられたんじゃないかなっていう結果ではありましたね。チーム戦でしたけど、やっぱ優勝っていうのはすごい嬉しいものですね。いつかちゃんもねチャリティーカップで優勝して一緒にねチーム戦優勝しましたけど、そうですね、めっちゃかっこいいと思って間近で見れたんで、あの日から炎がつきました私。チーム戦ね。その後ね俺たちはね3人で出たけどね、マスターがねいや俺は悪くない、俺は悪くない。マスターボタンがボタン設定がリセットされてたんですよ。懐かしいな。いやチーム戦いい。いやいい、また出たいですね。またやりたい。またやりたい。そろそろ皆さん準備はよろしいでしょうか。ボンちゃん先生の格ゲーレッスンスペシャル。本日のメインイベント。いつかちゃんそしてじゅんくんという順番でボンちゃん先生と対戦していただきアドバイスをいただきたいと思います。はい、ボンちゃん先生の格ゲーレッスンスペシャル、実践を通してアドバイスをいただきます。まずはイズ Z がボンちゃん先生に挑みます。クラカン取った。おお投げを選択。バックステップしたらねクラカンハイパー、飛び道具だぞ。この回転力の波動。ジャンプ垂直波動拳でガンガンと削られてしまう。強いですからね。気づいたら画面端です。で V スキルも対策になる。あとこれは止めた。玉抜きあるぞ。吸い込んで、おお一番いい当たり方。すげえ吸い込み方もしたぞ。ここは止めるとね隙あるんです。あ対空どうする。体力的には若干宇宙船があとここは反撃。ゲージワンタン、お互いワンタンだ。おおおもむろにあ残った。うわ動きはいいですね。体育出る。しっかりとします。大井飛びからコンボができる。マジでうまい。俺たちもそんなに喜ばなくなってきた。そうなんですよね。いつかならやるよ、やってくれるよ。上から入れ替わって反撃。ここはしっかり対空。簡単には飛ばせない。芝洗いで周りのスペースを作っていく。バックチャップ、止めるか。いや2発目は取ることができません。それから投げてどうする。ガード大パン。ガード1人があるよ。これができるんです。そして僕らもやっとから予想の範囲内です。うおーってやったんですけども、俺たちも慣れちまったんだよな。いつかのうまさによ。うまいガードしてるんだけど。対空。ここは置き攻めです。ボンちゃんさんの動きにキレが増してきて。ジャッケ対空。ジャンプは許さない。ああ対空惜しかったね。させようとして投げて読み自体は合ってますね。投げてジャンプ。ああ惜しい。竜巻どうすんの。EX いいよ。これうまい。Vトルが使いたいね。はいちゃんと使ってる。いやーボンちゃん踊ってるよ。今踊ってるよ。からのありがとうございます。ありがとうございました。それではボンちゃん先生、今の試合いかがだったでしょうか。僕が教えてなかったこととかもやるようになってて、起き上がりにその投げを入れないと抜けられないよとかいう話もしてたんですけど、投げ抜けも途中してる時もあったし、打撃で暴れるっていうのを覚えてて、しゃがみこパンでの寄られないように動く動きっていうのをできるようになってて、やってるなっていうのはすごい伝わりましたね。今の弱点と思える部分は、トリガーが CA ゲージがある時はすごい機能してるんだけど、 CA ゲージがない
と逆に言うと最初にパスが当たってくんないとダメージが取れないっていうのが一番の問題というか、今度はそのトリガーをガードさせるんじゃなくてヒットさせるっていう狙いを持ってやれるといいかなって思うんで、しゃがみコパンがすごい当たるじゃない。そのコパンにトリガーを発動してる時はコンボとしてそのコパンの後にトリガーとかを使えるともっと良くなるかなって思ったんで、習得してほしいかなとは思いました。コパン当たった時に自分がゲージ発動してたら、そうしたらコパンから吸い込めっていう吸い込め意識をそうこうで強く持ってちゃんとダメージをそこで取るようにするみたいな、はい、確かに全然違いますもんね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きましてじゅんくんに、ボンちゃん先生からアドバイスいただこうと思います。でかいですね。でかい、めっちゃ背でかい。剣はやっぱり近づいてからのラッシュですね。なのでどっかでこうきっかけをこう作るっていうのが必要になってくる。そして今回も歌広場は V スキルトリガーともに2というところで、結構剣だと珍しい V システム選択になっています。これが V スキルの流線脚ですね。貯めると有利になる。そしてトリガーがたまりました。2本トリガー、新龍剣飛び道具に対して有効に機能するんですが、当然それが当たるような間は飛び道具打ってこない。前に出るのボンちゃん、中腰からタイガにプレッシャーをかけるが、ここは歌広場をうまくガードでしのいだ。体力差がなんか気づいたらすごいことだったんだけど、そうですよね。大パンチ牽制、歌広場としては画面足が欲しい。冷たい足先、あえて前に出るボンちゃん、冷たい。1ラウンド目はじゅんくん何もできませんでした。近づけないとやっぱりサガットには苦しい。どっかでチャンスを作りたいんですが、ボンちゃんむしろ前に出る、飛び道具を警戒させてダッシュする。これも最大ジャンプっぽいからめちゃくちゃいってるぞ。おっと捨てにこれはミスになったことで、むしろ歌広場のチャンスになる。こうなれば剣は強いですよ。この画面足を生かしていたいが、ボンちゃんもうまく暴れて追い払います。おっと確認ならず、風剣脚から逆2択、不利な状況でしたが無敵技、ここは打っていきます。ボンちゃんも無敵技の EX タイガーアッパーカット、お互い V トリガーが溜まっていますよ。しゃがみ中盤、おっとここで発動したのはボンちゃん、タイガーキャノンを使い切った。そしてタイガーショット、こうなればどうだ、上から対空しっかり、ここは視野出なかったが十分なダメージ。そして歌広場のゲージも溜まっている。何か当たればクリティカルアーツという点もある。1本2本 EX グランドタイガーショット、ボンちゃん2ラウンドを練習。じゃあボンちゃん先生にも伺っていきましょう。どうでしょうか今の試合。多分ね、今新しいことを試されてる感じなんですよね。シーズン5で剣が強化された部分なんですよね。トリガー2っていうのはうまく実戦で取り入れようって言ったのはうまくいかなかった試合だったなくらいで、狙いどころとしてはやっぱちゃんとこっちの嫌な行動も見てたし、寄れないで負けるっていうのが本当にそのパターンで、サガット戦はだからその寄れないで負けちゃったから絶対にダメだったっていうわけじゃなくて、今度は寄るために何をしようかなって考えることが大事で、歩いて寄るっていう行動がすごい少なくて、だからずっとサガット側のターンで戦えたっていう感じだったんですけど、そういうのをやれるようになっていくとすごくいいのかなとは思います。それを踏まえた上でもう一回いいですか。わかりました。泣きの1回始まりました。そう歩いてこう寄っていく必要はありますよね。飛び道具に対して歩きながらガード、これはいいチャンス。2回コンボを決めてかなりのダメージを与えることに成功だが、ここは立ち強キック、離れた前からだったんで直接タイガーアッパーカットにつなぐというテクニックを見せてくれました。こうなると近づくのが非常に難しい。何よりもこのじゅんくんのねスタンゲージが溜まってますから、これを回復したい。なんか顔面にタイガーショットが当たるとスタンゲージが回復しないぞ。ボンちゃんもこうしっかりタイガーショットを新龍剣の前の外から打っている。となるとこのコパンが長いんです。の技になっていますね。序盤はここもしゃがみ中キックの確認から一気にチャンス。ここはボンちゃんも体力うまい、後ろに出ている。ダメ足に先に追い詰められたんですけど、体力を犠牲にしてジャンプで入れ替えるという、これ強いんですよねこの動きが。
これは新龍拳から竜巻置き攻め V シフト回避していきました。もうボンちゃんのゲージ満タンなんでジュン君なんか食らったらまずいっすまずいっす。気をつけてね。このストレートが当たると終わっちゃうよ。プレッシャーをかけるのはボンちゃん。中足大パン中足確認。ここからチャンスになるか。画面足だ。 V シフト抜ける。おお引きつけて EX アパカ。そして歩いて投げたのはボンちゃん。ありがとうございました。ありがとうございまし泣きの一回勝者ボンちゃんです。やっぱり生きないですね、アドバイスが。すいません。た。いやいやでも開幕踏み込んでくるモードっていう風になったから、僕はもう被弾するのはしょうがないってことで端から逃げようと切り替えたんですよ。そこでなんか端から出てたから今度はうまくいったなみたいな。相手の作戦が変わればこっちの作戦も変わるんで、そういう感じで、お互い読み合いを通していくみたいなねゲームですよね。もうちょっと頑張ります。ありがとうございました。いやいやどうもこちらこそありがとうございました。ボンちゃん先生のレッスンを終えた歌広場といつかが激突。どんな勝負になるのか。前はちょっとひどい負け方をしたので、今回は絶対に私成長してると思ってるので結構やります。結構やってると思う。もうね、ふざけられないんですよ。前振りとか、これ本当振りとかじゃなくて、ふざけないです。もう喋んないです僕。なのでこちらガムテープ用意しました。ふざけないっていう。ふざけてるじゃないですかすでに。珍しいですよね。試合中に声が出ない。声が出ないジュンさんは初めて見るまだ。まずはかなりじっくりした予選。抜ける。いいね。ただここはタッチパンチの牽制が有効に機能大足。ただ上から体育を間に合っている。マジか。ナイスダブルアリ。ここは V シフト。あやばい。使っていって画面足に追い込まれたらいつか上から体育がしっかり出して抜ける。大足しかもさ復帰。ここも V シフトだ。これだ。そして画面足の攻めが展開されます。ああ打撃だ。ここはゲージを使わず苦しいロス。これガッチガチ。動きがもうやばい。もう倒しにいってますねこれ完ガ全ッチガチ。に。いつかもうまく守ったシーンあったんですけどね。そうですね。投げはグラップするし、ただそうチャンスが来た時にやっぱ V シフトに対しての回答がね。そうなんですよ。まだ持ってないっていうのがちょっと出ちゃってるかな。確認。ここは投げ。強いぞこれ。1個前なのでやっぱ打撃をいいところでもらってるんでいつかとしても投げない。おお中間いい EX2 ではあったが抜ける。おおいいよ。飛んではいけない。やばいやばいやばい。めちゃめちゃ打撃でこれだ。おバックジャンプ。ああなるほど。あるよ。チャンスあるよ。この後ねしゃがみジャックパンチで仕込む。そう。おいいよいいよ。これ効いたね。いやうまい確認してる。ここは根元がないのでうわ後ろに下がっている。まだあるよ。まだ。なんだよいきなり。急に苦しんでる。じっくりいこう。こうなるどうなる？はいミスター。チャンス。それね悪くないんだけどね。ああ遠い。焦ったやばいなあれ。誰？腹立ちます。そうだね。腹は立つね。普段とはまた違ったムカつきがありましたね。そうですね。それでは戦いを終えた感想を伺っていきましょう。淳君。わかんない。翻訳を誰かお願いしていいですか？結構やるね。やっぱり何もできなかったなって思ったんですけど、投げは結構抜けれたなっていうのは自分の中で嬉しかったところですけど、やっぱ焦りがあるなっていうのを再確認しました。これは各ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、各ゲーマーユニットプロジェクト仮。夏頃のデビューに向けたダンス特訓。しかし前回浮き彫りになった踊りながら歌うことの難しさ。新たな課題に直面したメンバーたち。ダンスの練習に加えボイストレーニングも始まった。音域のチェックから始まり、発声方法、リズムの取り方など何ができていないのか問題を洗い出していく。これが
楽器として使える姿勢。なるほど。ここから声を出していくということになります。歌の声っていうのをそもそも体験が初めてだったので、なんとなくこんな感じかな、こんな感じかなみたいな感じで、掴むような掴まないようなっていう状況で1回目は終わりました。音の階段ではなくてエスカレーターみたいな。それそれそれ。1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 and リズムを取りながらカウントをしながら曲のキーを意識しながら声をいいポジションで出すっていう歌のパフォーマンスってジャグリングにちょっと近いものがあるなと思っていて、動いて音をつかまえる、動いてリズムをつかまえるっていうのを同時に慣れてもらうことを中心にやっています。湖とかそういうパフォーマンスにはいろいろなことを同時に意識することが求められる。その難しさを改めて実感する。慣れてくると見える範囲とか聞こえてくる範囲が広くなってくると思うんですね。でその時に初めてオーディエンスを意識した動きとか表情とか出せるようになるといいなと思ってます、夏までに。でそこはもうカッコつけるっていうところだったり、ちょっと自分の恥ずかしさを取っ払ってもらうことも絶対必要になってくると思うんですけど、以前ダンス講師のさやにも指摘された恥ずかしがらずにカッコつけること。デビューまでに意識を高められるのか。本当に声がタイプが違うので、それぞれ持ち味が強みが違うからこそいいものになるかなと思って楽しみにしています。そして次回、あの男からメッセージが。今日はみんなに重大発表があります。果たして重大発表の内容とは。それでは本日も閉店のお時間となりました。久しぶりのぼんちゃん大先生に来ていただいて本当に嬉しいですし、もったいなくもう対戦までしていただいて、自分の課題とかもちょっと見えたし、これから練習していくことも教えていただいたんで、これからちょっとやっていきますので、また見守っていただけたらなと思いますいやこんなこと分かりきってるんですけど、やっぱ倒せないんですよ、ぼんちゃんさん。だからぼんちゃん大先生、次はですね、ぜひお子さんを連れてきてください。お子さんと戦わさせていただきたいと思います。楽しいですね。成長を感じれる2人なので、定期的にやっぱ見に行きたいなとは、ありがたい言葉。ありがとうございます。ということで、今夜の各駅喫茶ハメ順、お客様はぼんちゃん選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はバーチャファイター5ファイナルショーダウンを特集。ジン選手、ホームステイアキラ選手がご来店。お楽しみに。